り解説。2001年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえ、マリサ。2001年に公開された映画って、何があったか覚えてる？おお、2001年か。あの年は、日本でも海外でも名作がたくさん公開された年だぜ。千と千尋の神隠し、ハリーポッターと賢者の石、AI。どれもすごい作品だったな。へえ、そうなんだ。でも、20年以上前の映画って、もうあまり覚えてないかも。どんな映画があったのか、詳しく知りたいな。じゃあ、今回は2001年に日本で公開された映画のベスト10をランキング形式で紹介するぜ。この年は、邦画も洋画も本当に名作揃いで、今も語り継がれる作品が多いんだ。そうなの？でも、どうやってランキングを決めたの？今回は、興行収入や話題性、今でも愛されているかどうかを考慮して、映画をピックアップしたぜ。もちろん、好みによって順位は変わるかもしれないけど、どれも見逃せない作品ばかりだ。なるほど。それなら、ぜひランキングをチェックしたいな。よし、それじゃあ早速、2001年の日本公開映画ベスト10を発表していくぜ。懐かしい作品が出てくるかもしれないから、みんなもぜひ思い出しながら楽しんでくれよな。第10位。ブリジット・ジョーンズの日記。さて、まずは第10位。どんな映画なの？第10位は、2001年に公開されたイギリスのロマンティックコメディ、ブリジット・ジョーンズの日記だぜ。なんか聞いたことあるかも。どんな話なの？主人公はブリジット・ジョーンズ、30代の独身女性で、仕事も恋愛もうまくいかず、自分に自信がないんだ。でも、ある日理想の自分を目指して日記をつけ始めるんだぜ。へえ、それでどうなるの？ブリジットは、魅力的だけどちょっとダメ男な上司のダニエル・クリーバーと、真面目で堅物っぽいけど誠実な弁護士のマーク・ダーシーの二人の間で揺れ動くことになるんだ。最初はダニエルに惹かれるんだけど、実は彼には秘密があって、って感じのラブコメディだぜ。なるほど。恋愛と成長がテーマの映画なのね。でも、それってよくある話じゃない？そう思うだろ？でも、この映画の魅力は、なんといってもブリジットのキャラなんだぜ。彼女は失敗も多いし、ドジっ子なところもあるけど、それが逆に共感できるんだよな。リアルな女性像として、多くの観客に愛されたんだ。確かに、完璧なヒロインよりも、ちょっと抜けてる方が親しみやすいかもね。それに主演のレネーゼルウィガーの演技も最高だったぜ。この役のために体重を増やして、イギリス英語のアクセントをマスターするほどの役作りをしたんだ。結果、アカデミー賞主演女優賞にもノミネートされたんだぜ。へえ、それはすごい努力ね。映画のエピソードとか、面白い話はあるの？実はこの映画、イギリスの作家ヘレン・フィールディングの同名小説が原作なんだ。そして、その小説自体がジェーン・オースティンの傲慢と偏見にインスパイアされているんだぜ。だから、マーク・ダーシーってキャラ名も、傲慢と偏見のダーシーから取られてるんだ。なるほど。そういうつながりがあるんだ。恋愛ものだけど、ただのラブコメじゃなくて、ちょっと深いテーマもあるのね。そうなんだぜ。自分に自信が持てない人でも、少しずつ成長していけるっていうメッセージが込められてる。恋愛だけじゃなくて、仕事や人生に悩む人にも刺さる映画なんだ。いいね。私も一度見てみようかな。おう、ぜひ見てみてくれ。じゃあ次は、第9位の映画を紹介するぜ。第9位。バーティカル・リミット。さて、第9位の映画は？第9位は、2001年に日本で公開されたサバイバルアクション映画、バーティカルリミットだぜ。タイトルからして、すごく過酷な話っぽいんだけど。どんな映画なの？この映画は、極限の環境でのサバイバルを描いた山岳アクション映画だ。物語の舞台は世界で2番目に高い山、K2。登山中の事故で、主人公の妹を含む登山隊が雪崩に巻き込まれ、氷の裂け目に閉じ込められてしまうんだ。それって助かる見込みあるの？ほぼゼロに近い。酸素がどんどん減っていくし、時間が経つほど生存率も下がる。そんな状況で、主人公のピーターは妹を救うために命がけの救助ミッションに挑むんだ。
酸素ボンベを担ぎながら、極寒の山を登っていくんだけど、天候や落石、酸素不足といった様々な危険が次々に襲いかかる。うわぁ。まさに極限状態ね。でも、そんな危険なミッション、どうしてやることになったの？実は、ピーターは過去に登山中の事故で父親を見殺しにする決断を迫られたんだ。それがトラウマになって登山から遠ざかっていたんだけど、妹を助けるために再び山へ戻ることを決意するんだぜ。なるほど。過去のトラウマを乗り越えつつ、命がけの救助をする話なのね。でも、実際の撮影ってどうやったの？あんな高い山で撮影できるの？もちろん、全部が本物のK2じゃないぜ。撮影の大部分はニュージーランドで行われたんだ。でも、リアリティを出すために、俳優たちは実際に高地での撮影や雪山での訓練を受けたんだ。そんな過酷な環境で演技するのって、俳優さんたちも大変だったんじゃ？ああ、主演のクリス・オドネルは、氷点下の気温の中で本物の雪山を登るシーンをこなしたらしいぜ。しかも、酸素が薄い環境での演技だから、かなりの体力が必要だったって話だ。すごい。映画を作るのも命がけなのね。ストーリーだけじゃなくて、撮影のエピソードまでサバイバルじゃん。まさにその通りだぜ。この映画の魅力は、手に汗握るアクションと、極限のサバイバルの緊張感、そして、兄妹の絆や人間の精神力を描いたドラマが組み合わさっていることだな。なるほど。これは映画館で見たら、息を飲むシーンがたくさんありそう。そうなんだぜ。雪山の美しさと、その裏に潜む恐ろしさをリアルに感じられる映画だから、サバイバルものやアクション好きにはぜひおすすめしたいな。よし、これはチェックしてみるわ。じゃあ次は、第8位の映画を紹介してもらおうかな。おう、次の作品もすごいぞ。それじゃあ、行くぜ。第8位、ホタル。さて、第8位の映画は？第8位は、2001年に公開された日本映画、ホタルだぜ。どんな映画なの？ホタルは、戦争を生き延びた特攻隊の元隊員山岡秀治が、過去と向き合いながら、自らの人生を見つめ直す感動の物語だ。主演は高倉健さんで、監督は古畑康夫さん、共演に田中優子さん、井川久さん、中井貴一さんがいるぜ。高倉健さん主演の映画なんだ。どんなあらすじなの？物語は、鹿児島の海でカンパチの養殖を営む山岡秀治と、彼の妻智子の静かな日常から始まる。智子は腎臓病を患っていて、山岡は沖での漁をやめ、彼女のために養殖業を始めたんだ。夫婦の愛が感じられる話ね。でも、それだけじゃなさそう。そうなんだ。ある日、山岡は藤枝という男が青森の冬山で亡くなったことを知る。藤枝はかつての戦友であり、山岡と同じく特攻隊の生き残りだった。昭和が終わり、平成が始まる中で、藤枝は過去を背負いきれずに行ってしまったんだ。戦争を生き残った人たちが、その後の人生に苦しむ話なのね。ああ、そして、もう一つ重要な出来事がある。山岡はかつての特攻隊員金山少尉の遺品を韓国へ届けるよう頼まれるんだ。金山は韓国人で、本名はキム・ソンジェ。実は、彼は山岡の妻智子の初恋の相手で、結婚を約束していた男だったんだ。それって、智子は山岡さんと結婚する前に、別の人と？そういうことだぜ。でも、特攻に出た金山は帰らぬ人となり、智子は彼の帰りを待ち続けていたんだ。山岡は、そんな彼女の思いを知りながらも、彼女を支えてきたんだぜ。それは切ない。そして、山岡さんは彼の遺品を韓国へ届ける決意をするのね。ああ、金山のふるさとの韓国へ向かう旅の中で、山岡は過去と向き合い、自らの人生を見つめ直していくんだ。そして、彼は夫として、そして20世紀を生き抜いた男として、ある決断を下すんだ。戦争の悲劇を超えて、次の世代へ何かを残そうとする物語なのね。そうなんだ。特攻という過去を背負いながらも、未来へ進もうとする山岡の姿に、多くの人が心を打たれる作品なんだぜ。戦争をテーマにしながらも、単なる悲劇じゃなく、
そこからどう生きるかを描いてるのね。まさにそうだぜ。ホタルは、戦争映画というよりも、人間ドラマとして深いテーマを持った作品なんだ。高倉健さんの演技も素晴らしく、見た人の心に強く残る映画だぜ。なるほど。これは見ておかないといけない作品ね。そうだな。じゃあ次は、第7位の映画を紹介するぜ。第7位、プラネット・オブ・ジエイクス、猿の惑星。さて、第7位の映画は？第7位は、2001年に公開されたアメリカ映画プラネット・オブ・ジエイクス猿の惑星だぜ。あの有名な猿の惑星のリメイク版ね。そうだ。1968年の名作、猿の惑星を、ティム・バートン監督が新たな視点で再構築した作品なんだ。どんなストーリーなの？物語の舞台は2029年、宇宙飛行士のレオ・デイビッドソン大尉が、任務中に磁気嵐に巻き込まれ、未知の惑星に不時着する。そこは、知性を持つ猿が人間を支配する世界だったんだ。人間が猿に支配される世界。怖いわね。ああ、レオは捕らえられるが、人間に同情的な猿アリの助けを借りて脱出し、仲間たちと共に反乱を起こすんだ。キャストは誰が出演しているの？主人公のレオをマーク・ウォールバーグが演じ、アリ役にはヘレナ・ボナム・カーター。敵対する聖ド将軍をティム・ロスが務めている。豪華なキャストね。撮影中のエピソードとかあるの？特殊メイクにはリック・ベイカーが参加し、俳優たちは長時間のメイクを耐え抜いたそうだ。それは大変だったでしょうね。この映画は、オリジナル版とは異なる結末が話題となり、賛否両論を呼んだんだ。そうなんだ。見てみたくなったわ。ぜひチェックしてみてくれ。第6位、ウォーターボーイズ。さて、第6位の映画は？第6位は、2001年に公開された日本映画、ウォーターボーイズだぜ。男子高校生がシンクロナイズドスイミングに挑戦する話よね。その通りだ。物語は、静岡県のただの高校が舞台。水泳部員が一人しかいない廃部寸前の部に、美人教師の佐久間めぐみが顧問として着任する。彼女の提案で、男子生徒たちがシンクロに挑戦することになるんだ。男子がシンクロって、珍しいわね。でも、どうしてそんな発想が生まれたの？実は、この映画の誕生には実際の出来事が関係してるんだぜ。1999年にニュースステーションテレビ朝日で、埼玉県の川越高校水泳部のドキュメンタリーが放送されたんだ。それを見たプロデューサーが、これは映画にすべきだ、と考えたのがきっかけなんだよ。もともと実話が元になってたの？そうなんだ。実際の川越高校の水泳部では、文化祭で女子高生にモテたいっていう不純な動機から、男子シンクロが始まったらしいんだ。その発想が面白いってことで、矢口忍監督が脚本演出を担当し、映画化に至ったってわけだ。映画のストーリーと同じように、現実でも男子高校生が本気でやってたんだね。ああ、だからこそ、この映画にはリアリティがあるし、男子高校生の青春のバカバカしさとひたむきさが存分に詰まってるんだぜ。出演者は誰がいるの？主人公の鈴木聡を演じたのは妻夫木聡さん。他にも玉木宏さん、金子貴俊さん、近藤光円さん、そして杉本哲太さんや平山綾さんといったキャストが脇を固めているぜ。豪華なキャストね。撮影中のエピソードとかあるの？実は、キャストたちは撮影前に水泳とシンクロの特訓を受けたんだ。山田孝之さんは、合宿前に個人レッスンを受けて息継ぎを習得したそうだ。そんなに本格的にやってたのね。だからこそ、リアルな演技になったんだね。そうなんだ。映画の成功を受けて、2003年にはテレビドラマ版も制作され、さらに人気を博したんだ。まさに男子高校生の青春を描いた傑作だぜ。シンクロにかける情熱と、文化祭での大成功。見ていて元気をもらえそうな映画ね。まさにその通りだぜ。じゃあ次は、第5位の映画を紹介するぜ。第5位、ソードフィッシュ。さて、第5位の映画は？第5位は、2001年に公開されたアメリカの犯罪映画、ソードフィッシュだぜ。物語の中心は、かつてハッカーの帝王と呼ばれたスタンリー・ジョブソン。
彼はハッキングの罪で服役し、出所後は娘の親権を失い、接見も禁止されている。そんな彼のもとに、謎めいた美女ジンジャーが現れ、巨額の裏金95億ドルを強奪する計画への参加を持ちかけるんだ。95億ドル、すごい金額ね。でも、どうしてスタンリーはその話に乗るの？スタンリーは娘の親権を取り戻すための資金が必要だったんだ。ジンジャーのボスであるガブリエル・シアーは、スタンリーに巨額の報酬を約束し、彼を計画に引き込む。ガブリエルの真の目的や計画の全貌が明らかになるにつれ、スタンリーは次第に危険な状況に追い込まれていくんだ。なるほど。出演者は誰がいるの？ガブリエル・シアーをジョン・トラボルタ、スタンリー・ジョブソンをヒュー・ジャックマン、ジンジャー・ノールズをハルベリーが演じている。さらに、FBI 捜査官の JT ロバーツ役でドン・チードルも出演しているんだ。この映画の冒頭には、600台のカメラを使って撮影された大規模な爆発シーンがあるんだ。これはバレットタイムと呼ばれる手法で、公開前から大きな話題となったんだぜ。それは迫力がありそうね。ああ、視覚的にも非常にインパクトのあるシーンだ。ソードフィッシュは、サスペンスとアクションが融合した作品で、見る者を最後まで引き込む魅力があるんだ。面白そう。ぜひ見てみたいわ。第4位、ハンニバル。さて、第4位の映画は？第4位は、2001年に公開されたサイコスリラー映画、ハンニバルだぜ。羊たちの沈黙の続編ね。どんなストーリーなの？ああ、物語は前作から10年後が舞台だ。FBI 特別捜査官のクラリス・スターリングは、ある事件で窮地に立たされる。一方、かつての猟奇殺人犯ハンニバル・レクター博士は、イタリアのフィレンツェでフェル博士として潜伏生活を送っていたんだ。レクター博士は逃亡中なのね。キャストはどうなっているの？レクター博士を再びアンソニー・ホプキンスが演じ、クラリス役はジュリアン・ムーアが新たに務めている。他にも、ゲイリー・オールドマンが復讐に燃える大富豪メイスン・バージャーを、レイリオッタが司法省のポール・クレンドラーを演じているんだ。クラリス役は前作のジョディ・フォスターが続投を断り、ジュリアン・ムーアが起用されたんだ。また、原作と映画では結末が大きく異なっている。これは、ジョディ・フォスターやジュリアン・ムーアが原作の結末に難色を示したため、制作側が妥協して変更したらしい。そうなんだ。映画の評価はどうだったの？レビューアグリゲーターのロプントマトーズでは171件のレビューで支持率は 40%、平均点は10分の 5.1 となっている。メタクリティックでは36件のレビューをもとに過重平均値が100分の57だ。賛否両論って感じね。でも、前作のファンなら見ておきたい作品かも。そうだな。リドリー・スコット監督の映像美や、アンソニー・ホプキンスの開演は一見の価値があるぜ。第3位、AI。さて、第3位の映画は？第3位は、2001年に公開されたアメリカの SF 映画、AI だぜ。スティーブン・スピルバーグ監督の作品よね。どんなストーリーなの？ああ、物語の舞台は近未来。地球温暖化で海面が上昇し、資源が不足した世界で、人間に代わる労働力として人工知能を持つロボット、通称メカが開発されたんだ。その中でも、初めて愛をプログラムされた少年型ロボット、デイビッドが主人公だ。愛を持つロボット。興味深いわね。デイビッドは、不治の病にかかった実の息子マーティンの代わりとして、スウィントン夫妻に引き取られる。最初は戸惑う母モニカだったが、次第にデイビッドを本当の息子のように感じ始めるんだ。しかし、マーティンが奇跡的に回復し、家に戻ってくると、デイビッドとマーティンの間に緊張が生まれ、家族内で問題が起き始める。それは複雑な状況ね。デイビッドはどうなるの？最終的に、デイビッドは家族から手放されてしまうんだ。彼は本当の人間の子供になれば再び母に愛されると信じ、ブルーフェアリーを探す旅に出る。その旅の中で、彼は様々な出会いや試練を経験し、自分の存在意義を問い続けるんだ。切ない物語ね。キャストは誰が出演しているの？デイビッド役はハーレイ・ジョエル・オスメントが演じ、母親のモニカ役にはフランシス・オコナー、
そしてデイビッドを助けるジゴロ条約をジュードローが務めている。豪華なキャストね。制作に関するエピソードとかあるの？実は、この作品はもともとスタンリー・キューブリックが企画していたんだ。しかし、彼の死後、親友であるスピルバーグがその意思を継いで監督を務めたんだよ。そうだったのね。ますます見たくなったわ。第2、ハリー、ポッターと賢者の石。さて、第2位の映画は？第2位は、2001年に公開されたハリー・ポッターと賢者の石だぜ。ついに来たわね。ハリー・ポッターシリーズの始まりの作品ね。そうだ。J.K. ローリングのベストセラー小説を原作としたこの映画は、孤児の少年ハリー・ポッターが自分が魔法使いであることを知り、ホグワーツ魔法魔術学校での新たな生活を始める物語だ。魔法の世界への第一歩ね。どんなキャストが出演しているの？主人公のハリー・ポッターを演じたのはダニエル・ラドクリフ。彼の親友、ハーマイオニー・グレンジャー役にはエマ・ワトソン、ロン・ウィーズリー役にはルパート・グリントが抜擢されたんだ。みんな若かったわよね。撮影中のエピソードとかあるの？実は、ハリー役のダニエル・ラドクリフは、プロデューサーのデビッド・ハイマンが劇場で彼を見かけたことがきっかけでキャスティングされたんだ。彼の両親は当初、学業を優先させるため出演を反対していたが、最終的には彼の熱意が伝わり、出演が実現したんだ。そんな経緯があったのね。映画の撮影場所も気になるわ。ホグワーツ魔法魔術学校のシーンは、イギリスのダラム大聖堂やグロスター大聖堂などで撮影されたんだ。これらの歴史的な建造物が、魔法学校の雰囲気を見事に再現しているんだぜ。実際の場所で撮影されていたのね。映画の成功はどうだったの？公開直後から世界中で大ヒットし、最終的な興行収入は約10億ドルを超えたんだ。この成功がシリーズ化の道を開き、全8作の映画が制作されることになったんだぜ。まさに伝説の始まりね。もう一度見たくなってきたわ。ぜひ見てみてくれ。魔法の世界が君を待っているぜ。第1位、千と千尋の神隠し。さて、ついに第1位の発表ね。第1位は、2001年に公開されたスタジオジブリの名作、千と千尋の神隠しだぜ。やっぱりこの作品が来たわね。どんなストーリーなの？10歳の少女、荻野千尋が両親と共に引っ越し先へ向かう途中、森の中で不思議なトンネルを見つけるんだ。好奇心旺盛な両親に連れられてトンネルを抜けると、そこには無人の街が広がっていた。両親は無人の飲食店で食事を始めるけど、千尋が周囲を探索している間に、なんと豚に変えられてしまうんだよ。それは大変。千尋はどうするの？千尋は謎の少年白の助けを借りて、八百万の神々が集う湯や油屋で働くことになる。油屋の主人である魔女湯婆婆に名前を奪われ、千と名付けられた千尋は、元の世界に戻るため、そして両親を救うために奮闘するんだ。千尋の成長物語なのね。キャストは誰が出演しているの？主人公千尋の声を担当したのは柊留美さん。白役には入野美優さん。湯婆婆とゼニーバの二役を夏木マリさんが演じている。他にも、内藤剛さんや沢口靖子さんなどが参加しているんだ。豪華な声優陣ね。制作に関するエピソードとかあるの？この作品は、宮崎駿監督が友人の10歳の娘を喜ばせたいという思いから制作されたんだ。彼女が主人公千尋のモデルになっているんだよ。そうだったのね。興行収入もすごかったんじゃない？ああ、日本国内での興行収入は316億8000万円を記録し、当時の日本映画史上最高の興行収入を達成したんだ。さらに、第75回アカデミー賞では長編アニメ映画賞を受賞し、国際的にも高い評価を受けたんだぜ。まさに名作中の名作ね。もう一度見たくなってきたわ。ぜひ見てみてくれ。千尋の冒険が君を待っているぜ。総評、まとめ。2001年に日本で公開された映画を振り返ってみたけど、改めて名作揃いの年だったわね。ああ、本当にそうだぜ。千と千尋の神隠しのような日本アニメの歴史を塗り替える作品から、ハリーポッターと賢者の石のような世界的なファンタジー映画、
そして AI のような哲学的な SF 映画まで、ジャンルの幅が広いのが特徴的だな。確かに、アニメ、ファンタジー、サスペンス、SF、青春映画と、いろんな作品が揃ってるわね。どの作品も、それぞれの時代に強く影響を与えている気がするわ。まさにその通りだぜ。特に、千と千尋の神隠しは、アカデミー賞を受賞して、世界に日本アニメの素晴らしさを広めた歴史的な作品になった。一方、ソードフィッシュやハンニバルのようなスリル満点の映画も、エンタメとしての魅力を存分に発揮していたな。こうやって振り返ると、2001年は映画界にとってすごく重要な年だったのね。ああ、そして20年以上経った今でも、これらの作品は色褪せることなく、多くの人に愛され続けているんだ。今回のランキングをきっかけに、また懐かしい映画を見直してみるのもいいかもしれないぜ。そうね。久しぶりに昔の映画を楽しむのもいいかも。さて、それじゃあ、今回はこの辺で。最後まで見てくれてありがとう。また次回の解説で会おうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。